ご覧いただきありがとうございます。今私は豊橋駅に来ています。今回の動画は名鉄線、飯田線の豊橋駅、そしてお互いの線路を共用する豊橋下地駅間を見てきましたのでお楽しみください。名鉄線の豊橋駅は JR 東海道線と飯田線のホームに挟まれたごく狭い場所にあります。ちょうどホームには飯田線上諏訪駅の普通電車が停車していました。この電車は飯田線195キロ全線を走り抜いた後、中央本線上諏訪駅まで行きます。豊橋駅は16時42分発ですが、終点上諏訪駅到着はなんと23時3分です。駅名表もこちらは至って普通の JR 東海の駅名表ですが、名鉄線側の方には JR 東海仕様にシールで追加した名鉄仕様となっていました。あくまで JR 東海のホームを間借りしている、そんな意味のこもった表示でした。豊橋駅から下地駅の先、平井信号所間は名鉄と飯田線が同じ線路を走る共用区間となっています。名鉄線のホームは1本しかないため、停車中の電車が出ないと次の電車は入れません。飯田線の電車が到着しています。同時に名鉄線の出発合図が鳴っています。飯田線の普通電車が豊橋駅に到着しました。このタイミングでホームには3本の電車が停車しています。名鉄の電車はドアを閉めるタイミングを測っています。ようやくドアを閉めて出発です。名鉄線の出発は飯田線の1、2番線の到着とは関係なく出発することができます。タイミング的に飯田線の到着を待つことになりましたが、本来は待つことなく出発も可能でした。ご覧のように飯田線到着時、名鉄線の出発は進行が出ていました。逆に言えば名鉄線の出発以外全ての動作において名鉄線、飯田線お互いの路線に影響を与えます。名鉄の特急が出発してたった一つだけのホームが空きました。これでやっと次の電車が入駅することができます。豊橋駅の一番西には東海道新幹線のホームがあり、新幹線が轟音を轟かせて通過していきました。豊橋駅には新幹線をはじめ東海道線、名鉄線、飯田線と実に多くの電車がひっきりなしに出入りしていきます。今回はそんな中、名鉄線、飯田線に注目していきます。こちらは豊橋駅の構内配線図です。そのうち名鉄線と飯田線のみの拡大したものがこちらです。駅ホームは飯田線が2線、名鉄線が1線です。飯田線には東海道本線に近い4番線もありますが、ここでは省略します。それでは飯田線、名鉄線の到着、出発時の動きについて見ていきます。まずは飯田線、上り列車の到着です。飯田線の列車はこのようなルートで豊橋駅、飯田線ホームに到着します。同じく出発の際にはこちらのルートで出発していきます。さらにこちらに名鉄線のルートを加えていきます。名鉄線電車の到着の際、このようなルートで到着していきます。そして最後に名鉄線の出発です。以上の内容から飯田線、名鉄線、豊橋駅到着、発車の際、名鉄線出発以外どの動作に対しても丸印のポイントを通過します。この区間はどちらの路線に対してもダイヤ上の大きな制限となっています。わずかな遅れに対しても信号待ちを余儀なくされています。先ほどまで停車していた上諏訪駅普通電車が出発していきます。上諏訪駅到着まで6時間21分の長い旅が今始まりました。おそらくですが最後まで乗り通す人は多分いないでしょう。
飯田線の出発して、次は順番的に名鉄線の到着でしょうか。新幹線ホームにちょうど停車列車が到着しました。右手が名古屋方向、左が東京なので、東京行き、光か、こだまだと思います。新幹線、豊橋駅は、すべてのこだまと、一部の光が停車します。名鉄線の電車が到着しました。今度は特急ではなく、急行でした。豊橋駅に出入りする名鉄の電車は、快速特急、特急、急行のみで、普通電車は手前の稲駅で折り返します。名鉄の出発は、手前のポイントを渡って出発して行きますが、飯田線の出発は、名鉄線を停止させて、到着、出発する線路構造となっています。こちらが名鉄線の出発信号機です。もうすでに進行信号が出ていますので、間もなく発車します。先に出発していったのは、JR 東海道線下り列車です。少し遅れて、名鉄線、急行も出発していきます。豊橋駅から下地までの区間は、名鉄線の電車と飯田線の電車が同じ線路を走る共用区間です。これから下地駅まで飯田線、普通電車に乗って共用区間を見に行きたいと思います。船町、下地の両駅は飯田線の全ての普通電車が止まるわけではありません。1時間に2、3本のみ停車します。JR の駅なので、名鉄線は全ての電車が通過します。16時57分、発車時刻になりましたが、名鉄線の到着を待っています。少し遅れて、名鉄線の特急が豊橋駅に到着しました。遅れているパノラマスーパーが到着するとすぐ、飯田線の出発の合図が鳴っています。さすが名鉄特急です。たくさん人が降りています。豊橋駅を出発しました。下地まで2駅だけ乗っていきます。この列車は普通列車の豊川行きワンマン列車です。次は船町です。車内で迷惑行為を受けたり、一番奥に東海道新幹線、そして手前に東海道本線、さらに今走っているのが名鉄線と飯田線の共用部分です。3路線の線路がこの先の豊川の手前まで並行しています。乗務員にお知らせください。まもなく船町です。船町でお降りのお客様は前寄り車両の一番前のドアをご利用ください。豊橋から船町までは3分ほどでした。天気を見てください。そして船町、下地間は豊川を渡るとすぐに下地駅です。豊川を渡りきったすぐの場所に下地駅はあります。下地駅に到着しました。10名弱の方が降りて行かれました。
駅の多い飯田線ですが、この駅も、ある意味、秘境駅かもしれません。目の前の線路は、東海道本線の線路です。そして豊川の少し離れたところを走っているのが東海道新幹線です。下地駅は豊川への鉄橋のアプローチ部分なのか、上下線の間が広く空いており、その場所に駅があります。とても開けた見通しのいい場所で、ホームからは新幹線、東海道本線、飯田線、名鉄線の列車の通過を思う存分楽しむことができます。飯田線、名鉄線の通過時は通過のチャイムが鳴り響くので、列車の接近を事前に知ることができます。名鉄線の特急が接近してきました。先ほど豊橋を出発の際に到着していた特急電車です。新幹線も轟音を轟かせて鉄橋を通過していきます。名鉄の特急が豊橋に向かって通過していきました。両ホームを名鉄の特急が通過していますが、ここは JR 飯田線下地駅のホームです。今度は東海道線の上り列車が通過していきます。画面で十分わかりますが、東海道線には下地駅のホームはありません。新幹線、東海道線、飯田線、名鉄線、すべて轟音を上げながら豊川を渡っていきます。今度は東海道新幹線の番です。新幹線もかなり結構な頻度で通過していきます。見ていて飽きない下地駅のホームです。東海道線には時折貨物列車もやってきます。それぞれの路線に頻繁に列車がやってきては通過していくので、見ていて飽きません。飯田線の電車がやってきましたが、この駅を通過していきます。先ほどの飯田線上り列車に続いて下り列車も通過していきます。ようやく上りの停車列車がやってきました。この区間はもともと建設時に飯田線の前身豊川鉄道が現在の飯田線下り線を、そして名鉄の前身愛知電気鉄道が上り線を建設し、お互いに乗り入れしたことが現在でも続いているということです。 JR 名鉄となった今でも
仲良く同じ線路を走っていますが、あくまでこの路線は JR の路線、飯田線というわけで、1時間に6本以上列車を運転できない、ダイヤ乱れの際には、飯田線の列車を優先する。名鉄独自のミュージックフォンは、この区間では鳴らさない、など、様々な制約が名鉄にはあるそうです。名鉄の電車には、少し、肩身の狭い部分が多いようにも思えます。こちらは、下地駅の出口へと向かうスロープです。スロープの先には階段があり、階段を降りると、駅構外へ出ます。駅を出ると、すぐに県道がありました。普通に車で通りかかると、まさか駅があるとは思えない、駅の入り口でした。少し付近を歩いてみることにしました。歩いてきた県道の上を、名鉄の電車が通過していきます。下地駅から豊川の方向に歩くと、すぐに川の土手に出てきました。この場所からは、新幹線、東海道線の鉄橋がよく見えます。鉄橋の下の方向に道が続いているので、行ってみましょう。下地駅のホームから見るよりも少しだけ近くに新幹線の鉄橋を見ることができます。新幹線同士がちょうど鉄橋を渡るタイミングですれ違っていきました。東海道線と飯田線の間の部分に来ています。左が飯田線の上り線、右が飯田線の下り線です。飯田線の共用部分は、左側の上り線は名鉄が所有しており、右側の下り線は JR 東海が所有しています。このそれぞれ別の会社が所有する上下線を JR 飯田線と名鉄線が共用で使用しています。両編成の飯田線の列車が豊橋駅に向かって豊川を渡っていきました。今度は下り列車が轟音とともに橋を渡ってきました。なかなか迫力のある絵になる光景です。長い長い貨物列車が鉄橋を渡ってきました。こちらも迫力のあるシーンです。駅に戻ってきました。下地駅のホームはとてもいびつな形をしています。アルファベットの H の形に似たような上下線との間が空いたホームです。長いホームが用意されていますが、到着する列車はほとんどが2両編成です。昔はこの上りホームの両側に線路があった形跡がありました。右側にも線路があった形跡とホームに白線の跡があります。下り列車が到着しました。私たちがここに来てから次のこの停車列車が来たのは42分後でした。
客さんを降ろした後、列車は足早に駅を後にしました。飯田線、特急、稲地3号が接近してきました。豊橋駅は18時20分発、終点の飯田には21時ちょうどの到着です。飯田線の通過です。そして今度は飯田発豊橋駅特急稲地4号が接近してきました。飯田を15時58分に出発し、豊橋には18時31分に到着します。この稲地4号には翌日実際に乗車しました。その時の模様を後日投稿しますのでご覧いただけたら嬉しいです。飯田線と名鉄線のお互いに路線を共同で使用する区間、豊橋下地駅間を見てきました。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。